風沼セラピー。皆様こんばんは、みえちゃんです。毎日暑いですけれどもね、皆様お元気でしょうか。こんなね、せせらぎの音で少しは涼しさをお届けできるといいんですけれども、今日はね、風さんに関する面白い海外の記事を見つけたのでシェアしたいと思います。メキシコのね、レボルシオン MX というね、ネット音楽誌なんですけれども、このネット誌がね、最近の風さんのフジロックフェスティバルについての絶賛記事を載せてくれたんですね。あんまり褒めすぎてね、何か勘違いしたのかね、藤井風がヘッドライナーを務めたなんて書いてあるんですけれどもね、多分これ勘違いだと思うんですけど、海外ではまあみんなそう思い込んでんじゃないんでしょうかね。今日はね、この絶賛記事でもわかるように、このメキシコでね、今、風さんの人気が盛り上がっていることね、そしてこれがラテンアメリカ全体に広がってね、さらにそこからアメリカ、そして世界中へ風さんの人気が広がるすごいパワーを秘めているっていうことについてね、お話ししようと思います。この動画の最後にはね、海外の風ファンについての意外な真実も分かってきますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。風さんのね、このところのインスタ投稿であれこれ見せてくれましたよね。起き抜けヘアとかね、虫可愛がったりとかね、リラックスした様子で安心しました。今はね、ゆっくり休んでくれているといいですよね。バックに流れてた曲よかったね。あれ70年代のね、バン・マッコイのね、The Hustle ね、流行ったね、あれね。チャッチャッチャッチャチャッチャチャッチャッチャってね。あれ、お父様もきっとね、お若い頃聞いてらしたんでしょうね。今回のね、このメキシコ発の音楽誌ね、レボルシオン MX っていうんですけど、これまでもね、何度か風さんを取り上げてくれてるんですね。で、今回のフジロックのパフォーマンスについてね、MAJ で年間最優秀アルバム賞を受賞した藤井風はフジロックフェスティバル2026で大成功を収めたと、もう手放しで絶賛してるんですよ。でね、これネットでね、日本語で読めますので、リンクを貼っておきますね。ちょっとね、訳がおかしいところもあるけどね、別に大きな問題ないんで、死ぬのがいいわがね、死の牙へはってなってるんだけどね。はい。あとは問題ないのでね。それでこの記事にあるように、今メキシコではね、空前の風さんブームが起きてるんですよ。全ての始まりはね、記憶に新しいメキシコシティでのね、初のライブですよね。チケットは即完売、会場は地鳴りのような歓声に包まれましたよね。皆さんメキシコのファンがね、日本語で一緒に歌ってくれたり、ハートの風船を飛ばしていた光景を覚えてらっしゃいますよね。皆さん、風さんね、ソンブレロやね、ポンチョを身にまとってね、巨大なサボテンの前でね、おどけてね、ソイメヒカーノテアモムーチョなんてね、私はメキシコ人です。あなたをとても愛してます。なんちゃってね、言ったもんだからね、もう大変。あれがもう大受けしちゃってね、ラテン圏のファンはね、親近感を爆発させちゃったんですよ。でね、今度はね、2027年にもね、プレマワールドツアーありますよね。あれでメキシコ行くのがもう決定してますのでね、現地のファンからはもう歓喜のコメントが殺到してんですよ。はい。それでね、メキシ風なんていうね、言葉も作っちゃった人いてね、メキシコと風が一緒になっちゃって、メキシ風ずっと待ってた、両手を広げて大歓迎するよ、エルマーノってね、エルマーノっていうのは兄弟っていう意味ですね。あとね、お願いだから私の家に泊まってなんてね、いかにもラテン系でね、可愛いメッセージ溢れてんですよ。大丈夫だからとにかく来てとかね、夢が叶ったメキシコに来てくれるなんて本当に信じられない。チケットは絶対手に入れるぞとかね。はい。それからこのレボルシオン MX のね、インスタ記事があるんですけれどもね、そこにもね、いろんなコメント来てるんですよ。例えばね、me alegra que estés feliz, sigue brillando siempre と。このブリリアンドっていうのは英語でブリリアントの意味で輝いてるという意味ですね。あなたが幸せで嬉しいです。いつも輝き続けてくださいと。はい。風 es único と。ウニコっていうのはユニークっていう意味ですね。風はユニークだと。はい。es muy padre su música。あなたの音楽はとってもクールだよとね。
まあね、メキシコ風の情熱的なコメントが続々なんですよ。そして今ね、このメキシコの人気によって他のラテン諸国に熱狂的な風ファンが増えつつあるんですけれども、欧米のファンと違うところはね、とにかくね、熱いんだよね。はい、もうやけどしそうなくらいね、一回好きになったらもう情熱的に愛するっていう特徴がありますよ。例えばね、この前のMAJ のね、プレーマーを見た海外のラテン語の国の反応ではね、こんなのがあるんですよ。これポルトガル語かな。はい。Vivo e Major と。ブラジルの人かな、ミュージシャンにとってね、これは何言ってるかって言ったら、ライブの方がいいって言ってるんですよ。はい。ミュージシャンにとってね、CD よりライブの方がいいって最高の褒め言葉ですよね。その反対が多いからね、ライブ聞いたらがっかりしたとかね。はい。次はね、これ英語ですけど、Once in a lifetime artist sending out a message the world needs so much right now と、唯一無二のアーティストがね、今まさに世界が必要としているメッセージを届けてくれていますと。はい。次もね、ポルトガル語だね、これね、Me resido no sé por qué demore tanto para conocer ese artista と。当然の評価だよ。なぜ私がね、このアーティストを知るのにこんなに時間がかかったのか、自分でもわからないと。ねえ、この言葉、日本のファンもそう思ってる人たくさんいますよね。もっと早く風さん知りたかったってね。はい。次はね、スペイン語でメキシコのファンからですね。El mejor performance y merecido premio a Kaze. Acá en México lo respetamos y lo gozamos と。はい。風の最高のパフォーマンスと当然の受賞。ここメキシコでは彼を尊敬し楽しんでいますと。はい。こんな風にね、メキシコをはじめとするラテン圏の風タリアンズがね、発信しているメッセージはもうね、愛とパッションに溢れてるんですね。それでね、メキシコでのブレイクはね、単なるメキシコだけの流行にとどまらないんですよね。なぜならね、メキシコっていうのはもう広大なスペイン語の市場への巨大なゲートウェイね、もう入り口だからなんですよ。アメリカにも近いしね。昔なんかあったよね。South of the border down Mexico なんだっけ、メキシコウェイっていうの、あれフランク・シナトラだったかな、なんかそんなような歌ありましたけどね。そしてね、アメリカですけどね、現在ラテン系ヒスパニック系の人がね6000万人いるんですよ。6000万人以上ね。で彼らの多くはね、メキシコや中南米に深いルーツやね、親族ネットワーク持ってるんですよ。だからメキシコからアメリカへ、そしてアメリカからメキシコへっていうね、こう循環ができちゃうのね。でね、メキシコで流行した曲はね、もうすぐに地続きのコロンビア、ペルー、チリ、あとアルジェンティンといったね、他のスペイン語圏諸国へ容易に伝わっちゃうんですよ。そしてね、ラテン諸国っていうのは人種のるつぼだからね、日系、ドイツ系、中国系、スペイン系ね、あとイタリア系、アフリカ系、東欧系ってもう枚挙にいとまがないんですよ。だからね、ラテンアメリカの人っていうのは、欧米とかアジアにも親類がいる人が結構いるんですね。はい。私もね、ラテンアメリカに友達いるんだけどね、その人山口県にルーツがあってね、日本に来た時はね、必ず親戚のとこ行くんですよ。でラテン系の人たちってそういう結びつきをすごく大事にするんですね。でね、だからラテンアメリカでね人気が爆発すると、アメリカだけで爆発するよりずっと世界中に広がる可能性があるっていうことなんですね。今ね、世界でラテン音楽っていうのがね、前代未聞のブームだっていうことはいつかお話ししたんですけれどもね、記憶に新しいのが風さんのマイプレイスですよね。野球の応援歌ね、ラテンテイストでしたよね。レゲトンでしたね。そしてグラミー賞を何度も受賞したバッドバニーなんかいますけれども、ラテン音楽とかね、ラテン諸国のリスナーを無視したらもう今世界の音楽界は成り立たないところまで来てるんですね。そしてね、ラテン系の人たちって自分たちの音楽すごいプライド持ってるんですよ。自分たちの豊かなねリズムとかね、もう数えきれないぐらいのリズムありますからね。それと音楽をすごく大事にしてるんですね。
でね、そんな市場にね、なぜ風さんの、彼らからするとね、異質なはずの音楽がね、これほど熱狂的に愛されているんでしょうか。実はね、この世界的なラテン音楽ブームのその熱狂の裏でね、特にね Z 世代とかアルファ世代っていうのがもういるね。その間でね、意識のもう大変化が起きてるんですよ。このね、市場の変化が風さんの人気をさらに後押しするね、すごいパワーになってるんですね。それ何かというとね、現代の音楽リスナーっていうのはね、歌詞の言葉が理解できなくてもグルーヴとかバイブスが良ければ聴くっていうスタンスになってきたんですよ。私たちもそういえば昔そうだったじゃないですか。英語わからなくてもね、こう乗って聞いてましたよね。だから欧米でもね、英語以外のポップスも全然 OK なんですね。で、風さんの音楽もね、最先端のクールな異文化としてね、自然に受け入れられているんですね。そしてね、風さんフィーバーね、これ今やメキシコからすでに例えばね、チリとかね、ブラジルにも飛び火してんですよ。実はね、ブラジルはスペイン語じゃないんですね、ポルトガル語なんですけども、非常に似ている言葉でね、関西弁と東京弁の違いぐらいでお互いに大体言ってることは通じるんですね。そしてブラジルといえばこれまた音楽大国ですよね。日本人も好きなね、柔らかいボサノーバとかね、サンバっていった独特の音楽があります。このブラジルでもね、この音楽ファンの間で風さんのコード進行とかね、ジャズピアノのスキルがね、非常に高く評価されてます。世界的なフェスね、コーチェラ2026に風さんが出演した際にはね、覚えていらっしゃいますか？バックステージでね、ビルボードブラジルね、ブラジルのビルボード誌の取材を受けてましたよね。私もその時の動画を出させていただきましたけれども、だからね、今ブラジル国内の主要音楽メディアからも熱い視線が注がれていてね、現地のファンを急速に広げているんですよ。一方ね、チリではね、SNS での連帯が非常に強いんですよ。でね、インスタとかね、フェイスブックで藤風ラティノアメリカかな、藤風ラティノアメリカ、ラテンアメリカの藤風っていうね、コミュニティがあるんですけれども、そこではね、風Come to Chile ね、チリに来てっていうね、ハッシュタグ運動があるんですよ。このハッシュタグをね、みんなでつけまくって拡散してんだよね。はい。で、現地のメディアがね、次回のツアーにね、チリは含まれるかってね、ポストした時に、もう数千件のコメントが殺到しちゃってね、もうタイムラインが埋まっちゃって、埋まっちゃってね、もうライブへのこの要望が凄まじいんですね。そしてね、ラテンの人たちにすごく受けてる曲っていうのもあるんですけれども、なぜ受けるのかちょっと考えてみたんですよ。でね、例えばね、世界的ヒットの「死ぬのがいい」はね、ありますよね。これすごくメロディーが哀愁を帯びた単調ですね、マイナーですね。でこれラテンのボレーロっていうねジャンルを思わせるんですね。日本の演歌みたいなやつね。はい、日本では演歌は女が耐え忍ぶとか泣くっていう曲多いですよね。決してあなたのお邪魔はしないからとかね、おそばに置いてほしいとかね。でもね、ラテンのボレロではね、男が泣く曲が多いんですよ。これ面白いんだけどね、結構ラテンアメリカってね、マリア様信仰があるせいかね、女性とかね、お母さんを結構大事にするんですよ。そういう影響もあるのかね。はい。でね、この風さんのね、死ぬのがいいわね。これトラップビートっぽいドラムの打ち込みがたまらないんですけれども、これね、バッドバニーなんかもやってるラテントラップっていうのにもつながっちゃうのね。ラテンリスナーにはすごく響くんですよ。そしてね、こう体で感じるビート感ですね。そこへ同時にボレロみたいな演歌のようなね哀愁がありますよね。この内に秘めた情熱もあってね。でこれって癖になるしね、ラテンの心に刺さるのが当然なんですね。それから例えばね、祭りね、私も大好きな曲ですけど、これラテン音楽ファンがもう信じられないほどファンキーでユニークって絶賛してんですよ。これね、It's Alrightと同じ夜な抜き音階に近い日本的なね和のスケールが使われてるんですね。でこれがあっちの人にはかえってね、すごいエキゾチックで魅力的なんですね。そしてグルーヴ感が半端ないですよね。阿波踊りのような
カーニバルのサンバにも通じるようなね踊れるノリを持ってますからね、ラテン系に受けないわけがないんですね。それからね、もう一曲いきましょうかね。満ちていくね、Overflowing。これね、ジャズっぽいっていうかね、テンションコードっていうかね、この浮遊感があるっていうかね、ブラジルなんかだとこれってボサノバとも通じるようなね、この洗練されているけれどどこか切ない響きが受けるんでしょうね。これね、ブラジルのリスナーにとってはこの風さんのピアノ弾き語りっていうのはね、例えばね、アントニオ・カルロス・ジョビンって言いましたけどね、イパネマの娘っていうので有名ですけれども、あれを思わせるのかもしれませんね。この人もピアノの名手だったんですね。あとサンバ系の人でね、ジョージ・ベンって言いましたけれども、シャビシューバー、シャビセンパラーってあったんですけどね、ご存知ありませんかね。そんなね、懐かしいノスタルジーとかね、切なさとか、それをね、ポルトガル語でサウダージって言いますけれども、そういう要素もね、この満ちていくから嗅ぎ取っているのかもしれませんよね。でね、ここで注目すべきはね、ラテン諸国のファンはどれだけ風さんの精神世界を理解しているかってことですよね。それが一番知りたいですね。ラテン音楽っていうのはね、激しいリズムとアップテンポな曲が多くてね、踊るための曲が多いんですよ。よくパーティーでね、ラテン系の人はやるんですけれども、パーティーって言ってもね、ホームパーティーですから、友達とか家族と和やかに普通のご飯を食べるだけなんですね。でそこでみんなで踊ったりするんですよ。で日本でやるとね、うるさいなんて言われちゃうけどね、そういうね、自分たちの文化は大事にしているんだけれども、もう一方でね、風さんの音楽を心のオアシスというね、特別な場所として捉えてるんですね。例えばね、プレーマの哲学とか彼の人柄への共感ですよ。全曲がね、英語詞になったことでね、プレーマとか、あとフェスでの英語のメッセージを通じてね、彼の精神性に救われているファンがね、非常に多いのもラテン圏の特徴なんですね。そしてなんとメキシコにはね、死者の日っていうお祭りがあるんですよ。このね、写真のようにちょっと賑やかなんだけど、グロテスクなお面とかもあったりするんですけど、ちょっとね、ハロウィンみたいな仮装もするんですね。でこれやってることがね、日本のお盆にそっくりなんですよ。例えばね、個人が生前好きだった食べ物や飲み物をお供えしたりね、あと戻ってきた魂を歓迎するとかで、亡くなった人の魂は生きてる人たちとね、再会したり喜びを共有するって考えられてるんですよ。で欧米の人はね、こんなことしませんからね、死生観がね、日本人に近いっていうかね、はい、メキシコのファンはね、だから風さんが描く生と死、執着からの解放っていうテーマに驚くほど自然に共鳴してるんですよ。ファンのコメント見ますとね、彼の音楽、特に帰ろうなどを聞くと死は怖いものではなく、本来の場所に帰る美しいプロセスなどだと感じられると。はい、それからね、あなたがいつも言う心配しないで、最後には全てがうまくいくっていう言葉に救われていますと。はい、また別の人はね、満ちていくを聞いて涙が止まらなかった。外に何かを求めるのではなく、自分自身の内側がすでに満たされているというメッセージに救われたと。はい、それから風の音楽は特定の宗教を超えた宇宙的な愛、聞くだけで自分の魂がクレンジングされているような感覚になる。はい、それから彼がステージに立つだけで会場全体がポジティブで聖なるエネルギーで包まれるのが分かった。言葉は 100% 理解できなくても、彼の魂が何を伝えたいのかがハートに直接響いてくると。それからね、彼は音楽を通じて私たちに愛のキャッチボールをしてくれている。ただの J-POP シンガーではなく、本物の光、ルスって言うんですけどね、スペイン語で光を持った人だとね、胸を打たれるコメントがとても多いんですよ。はい、メキシコをねはじめとするラテンのファンにとってはね、風さんはもう単なる遠い国のスターじゃなくてね、自分たちの文化をリスペクトしてくれる愛すべき家族、エルマーノなんですね、兄弟なんですね。今回ご紹介したね、このネット音楽誌のメキシコのね、レボリューション MX、彼のパフォーマンスやアルバムプレーマをね、世界を声に落ちさせる
愛と哲学が込められたシティポップの傑作と大絶賛してるんですよ。はい、こんなわけでね、メキシコ発のこの風さんフィーバーが第二のタイのようにね、メキシコから南米全土へ広がって、そしてそこからアメリカヨーロッパへも拡散しそうなこのラテンパワーの凄さについてね、語ってまいりましたが、いかがでしたでしょうか。そしてね、日本とは一見全く異質な文化に見えるこのラテン、つまりヒスパニック系の人たちがね、思いのほか風さんの精神性に共感していることが嬉しいですよね。これからも海外の話題、面白いものがあったらまたシェアさせていただきますね。このチャンネルでは藤井風さんの魅力と愛にあふれる音楽活動を追いかけながら、主にその精神性にスポットを当てて楽しく生きるコツを皆さんと分かち合っております。面白そうと思われましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。いつもね、びっくりするくらいのハイプやグッドボタン、本当に感謝でいっぱいです。コメントいつでも大歓迎ですので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、この次までさようなら。